Welcome back to my channel. さとみです。今回はいつも YouTube で拝見している東京ベジライフのなつきさんと花子ちゃんとのコラボ動画です。なつきさん特製のタイ料理を作りながらいただいた質問に答えたり、3人のビーガンライフについてトークしています。お二人のチャンネルでも別のテーマで話しているので、ぜひご覧ください。なんかビーガンのお料理をするときに、どうやってお出汁というかここを、出しますかみたいな質問があったような気がするんですけど、なんか基本的にお出汁だったらね、昆布だしとか別に使ってもいいんですけど、私あんまりなんかだしとか気にしてなくて、野菜自体すごい出汁が出ると思うので、あとはやっぱキノコ類、干しキノコとかいいですよね。そう今日もしめじを使うし、舞茸とかすごくいい出汁が出ますしね。最近私はいただき物の干しえのきを昆布だしと一緒に使ってます。コクといえばお味噌もよく使います。エスニックカレーも濃厚になるし、ホワイトソースに白味噌もおすすめです。なんで女性の方が多いんだろうな、ビーガンって。どう思います？なんかより健康とか栄養学とかに興味があるからなんですかね。やっぱりね。なんか男の人ってこうお肉食べて力つけるってイメージがあるから。そうですよね。お二人おせちはおせちどうされましたか？一応参考になればいいなと思って、その実家にいた頃に母が作ってくれたおせちをお店できたらなと思って、なんかこういうカルナーさんのちくわにこう青菜とか入れたり、この写真は今この辺で写ってます。この辺で。あらすごい。こういうなんかかまぼこのもどきがあって、子供たちが物足りなくないようにって言って大豆ミートの唐揚げを入れたりとかしてた。素晴らしい。私の実家の方は結構おせち母が作ってて、なんか去年からだしをかつおだし使わないで作ってみたって言って煮物をもらったり、あとお豆、まあでもお豆はちょっと白砂糖やっぱりね、厳密に言うとね、入れちゃってたんで、厳密にはビーガンじゃないけど、まあでもお豆とかは食べられるし、あと結構買えるところもありますよね。ティーズレストランさんとか、もうおせちのセット、ビーガンおせちで結構何社かあって、まあそういうのを頼むのもありなのかなと思って。私カンボジア行った時は、ビーガンって言っても通じないんですよ。だけどベジタリアンですって言ったらあーって言って、でかつ卵なし乳製品なしでお願いしますって言ったら、対応がもうその場でやってくれるって感じで、全く不便はなかったですね。タイはどうですか？私の場合旦那さんと一緒に旅してて、こういうフライドライスとかも、じゃあエビ抜きでって言えば多分やってくれると思うんですけど、でも僕エビ食べたいみたいなそうだから大体なんかそういうエビとか、ちょっと魚介類みたいなものを頼んで、で私は魚介類なしで食べて、彼は魚介類食べてみたいな、そんな感じでやってました。そうタイに行った時に結構 MSG味の素すごい使うんで、変に旨味があるっていうか、お出汁ってことですか？だしっていうかなんかね、MSG っていう化学調味料、そうなんか旨味成分とかなんかなんですよね、多分。が多いんですか、東南アジア？多い。ビーガンあるあるってありますか？なんかもう超定番は、買い物行ったらまず見るっていう。本当そう。化粧品でもなんかそうね、何でもね、ちょっと面倒なんですけど、ネットで成分表見たりとか、なんか
裏をねうん必ず確認するっていう、あとはあるあるかわからないんですけど、なんか最近私虫も殺したくないなと思うようになって、最近ちょっと G が出てある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 初めてちょっと出てびっくりしたんですけど、あーもともとそんな虫嫌いじゃないんでキャーとかならないんですけど、うん今までは例えば実家で G が出た時は私が結構率先的にバーンってやってやってたんですけど、この前はG の命だと思ってタッパでまず蓋をしあてー下からクリアファイルを入れて、すごい家ちょっと歩いて遠く行けおいきっていう話を夫にしたら、うん戻ってきたらどうすんのその時はまたやるよって確かに確かに確かにうちの母もずっとそうで、なんか雲とか出ると、こっちおいでなんか大丈夫だよせっかくも放し飼いだから結構でアリとかも歩いてると、まあ、きっと無意識に踏んでるけど、なんか踏まないようにとか思っちゃいますね。まあ、無理なんですけどね、そんな全て。でもなんかビーガンになる前はそんな虫とか全然考えてなかったのにちょっと気になるようになったなと思って。それは確かにあるあるですね。なんか最近は少なくなったと思うんですけど、本当にサラダと豆腐しか食べてないの、っていうのはよくある質問でしたね。いや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 って言って。確かに。でも私もビーガンとかベジタリアンになる前はそう思ってました。やっぱりそうですね。ビーガンっていうとサラダマニアサラダだよねみたいな。そう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 。そうですよね。うん。だいぶ最近はビーガンって言葉も聞くようになって、少し唐揚げもあるんだねとかあったかもしれないけど、でもなんかビーガンっていう言葉がなんかちょっとファッション化されてる部分もあって、ファッションみたいにこうおしゃれなイメージでいろんな人に興味を持ってもらってっていうのはすごいいいと思うんですけど、でも多分実際にそのビーガン生活をしてる人たちって全然ファッションとかじゃなくて、私にとっては自分のためじゃないんですよ。もはや環境のこともそうだし、他の周りの命のこともそうだし、自分よりも全然世界が大きすぎて、流行りとかファッションとか、なんかもうそういう一時的なものじゃないと思うんですよね。生き方って感じですね。トレンドとかではないですね。そう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 。環境のこともね。プラスチックとかもまたここでも使ってるんだ、この店でもこんな使ってるんだとか、今までは当たり前すぎて全然確かにアンテナが張るようになりますよね。あとサラダの専門店とか結構最近あるじゃないですか。でなんか店内で食べる時も確かにプラスチックに入ってたりとかして、でもそういうプラスチックとかが海にたどり着いて、ですっごい細かくなって、でマイクロプラスチックって言われてるものが魚とかの中に蓄積されてるっていう怖いことが今起こってて、だからそういうのがね自分で帰ってきて食べたりとかして、結局健康じゃない日本は本当多いみたいですよね、排出量というかプラスチック多いと思う。なんか今年7月にもレジ袋が有料化になるみたいな、ちょっとそれでもニュースとかで取り上げてもらって、もう一人一人各店がなんか意識してくれるとね、いいですよね。減らせるものから、そう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 、全部はねやっぱりゼロウェイストはさすがに難しいからね、できるところから。お二人なんかおすすめのビーガンレストランとか、私ちょうど昨日行ったんですけど、どこだろう。三軒茶屋の、オルオルカフェっていうハワイアンカフェで行ったことない？何？全部行ったことあるかと思ってたもう全て知ってると思うから確かに。じゃあぜひぜひぜひ、行ってみたい。メニューが多分60種類以上あって、全てビーガンで、お野菜もこだわりの有機栽培のものを使っていて、洋食？何でも
一応ハワイアンカフェっていうコンセプトなんですけど、ラーメンもあるし、そうなんだ。でハンバーガーとかジャンバラヤとか、いやほんと何でもいろいろ揚げ春巻きとか餃子とか、なんかハワイアンカフェだけどなんか何でも何でもあって。すごく美味しいんです。あそこは私今一番東京で好きなカフェで、ハワイアンなものもある？ロコモコ丼とかいいな、いいな。ありますあります。スムージーとかもあって、いいですね。私はたくさんあるんですけど、たくさんあるよね。歴が長いから。なんかお肉を食べる主人が大好きなのが、夫婦ともども大好きなのがティーズレストランっていう自由が丘にあって、東京駅の構内にもティーズタンタンっていうラーメン屋さんがあったりとか、成田空港にもそのティーズレストランの最近増えてきたね、増えてたりして、あと夏木さんお好きかなってちょっと思ったのが、高円寺にあるメウノータさんっていう、なんか聞いたことある。本当に美味しいんですよ、カレーが。で小さなお店でおしゃれなんですけど、もうお客さんいつもいっぱいで、なかなか高円寺って行く機会ないんですけど、行ったら絶対行きたいみたいな感じ。私も行きたいリストには入ってる。夏木さんはでもまあベタだけどアラスカツベさんとかお昼とかね、あそこ美味しいですよね。すごい夜は行ったことないんですけど、あとやっぱりカレーだと御徒町にあるベジハーブサガっていう全部ベジタリアンのそうカレーで、ビーガンですって言ったらビーガン対応もしてくれるし、そうそう、そこは結構好きですね。こういうタイ料理とかもなかなか外だとベジタリアンでなかったりとか、ベトナム料理とかもそうですよね。韓国料理もそうだし、大体中華もそうだし、なかなかそのベジタリアンで食べられないエスニック料理って多いと思うので、レパートリーが3つずつぐらい各国あると家でも楽しめるし、やるといいかなと思うんですけどね。最後までご覧いただきありがとうございました。ビーガンに興味がある方に少しでも参考になっていたら嬉しいです。よければチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた。